ちは、今回はこんな感じの、カラフルなレインボーなブランケットを編んでみました。ひたすらにグラニースクエアで編んでいます。パート1では1枚目をぐんぐん編んでいきまして、このパート2では1枚目を完成させて、でブランケット自体を完成までを撮影しました。では、3玉目をやってきました。1玉目がここで終わってて、ちょっと全体映ってないんですけど、2玉目がここなんですよね。なので、ここから数えるとプラス1、2、3、4段できた感じです。で、ここまで来て、全然ね、まだ余ってはいるんですけど、こんなもんが余りましたが、一周はできなさそうだなっていうことで、ここで終わりにしておきたいと思います。で、段数的には1234567891021だからプラス2で23段できました。さすがに派手派手で、サイズを測るとちょっと入らないので折りながらで失礼しますが、ねじれてますが、60センチぐらいになりました。縦も60センチぐらい。普通に編んでたら多分あると思うんですけど、正方形にね編む編み方なので、でもちょっと60センチより大きい、不思議になりました。で、3玉でいいかなと思っています。で、この3玉をもう1セット作って、この正方形を2個くっつけて長方形のブランケットにしようと思ってるんですが、動画っていいですよねっていうことで、でーん、もう1枚もできました。まるで一瞬でできたかのようなえんえこ動画外でやってきました。なんですけど、やっぱね、こっち編んでから一気にこっち編んだんですけど、なんか編んでる時の気持ちが違ったみたいで、同じ、8個を使ったけど、ちょっとね、目がねキュッとしてる。同じ人物、同じ私が編んでるのに不思議なもんで、なんかすごいキュッキュッと編みたかった気分みたいで、ちっちゃく編むと目がねこうやって詰まってとか言って比較がないけど、なんか色が洪水を起こしてて見づらくてすいません。なんとか目の大きさの違いを見せたいんですけど、同じ段数ぐらいで比べるね、なんとなく遠い。こうやって見るとどうですかね。こっちのがちっちゃい感じしますよね。こっちが1枚目で編んだやつで、こっちが2枚目なんですけど、表と裏で比較してるしちゃんとしてちょっともう一回だけいきますね。これが2枚目の表地、こっちが最初に編んだ1枚目の表地。気持ちこっちの方が大きい感じしませんか。で、実際2枚目に編んだ方が段数がね進めました。1枚目の方は23段ってさっきお伝えしたんですけど、こっちをねもう一回測ってみると、なんかね、ここで測るんだ、そのルールね。12345678910 12345678910 22だからプラスにして24段までいけたんですよね。で、24段までいって、さらにこれもねもちろん3個分でやってきたんですけど、余った量もねちょっと多いんですよね。これはもしかしたら毛糸って本当に厳密に同じグラム数メートル数じゃないと思うので、その違いもあったかもしれないし、編み方のテンションの違い、きつさの違いでこんなに結果が変わるんだなっていう、面白いなと思いましたね。
自分で編んでるのに、で編み方も変えてないんですけど、ムギュムギュしたい気分だったんでしょうっていうことで、こっちがね24段でこっちが23段で、大きさ的には写真がこの辺で挟まるかな。挟まってたらいいなと思うんですけど、大きさ的には2枚目の方がムギュムギュ編んでるから小さいんですけど気持ちいい。ただちょっとやっぱり段数を揃えとかないとつなげる時にやりづらいので、こっちに伸ばしながら使うとして、24段の2枚目を1段ほどいて、ほどくか、どうしようかな。もうこの糸は使う気はないんですよ。モチーフとモチーフつなぐのに違う毛糸でつなごうかなと思っているので使わないから、これとこっちのねこの量を使って、こっち24段こっち23段で、この余った毛糸を総力でこっちが24段いけるかどうか試してみて、いけたらこっちを24段にします。ダメだったらこっちを1段ほどきます。でそこはやってること一緒なんでね、お伝えするのはまた次のシーンではもうお伝えできるかなと思います。そういうわけでとりあえずトライしてみます。はい、まだ途中なんですが経過をお伝えしようかなと思って結局撮りました。ここから続きをやってみて、ここら辺で1枚目の3玉目が終わって、ここで残りでトライしたんですけど、どう考えても無理だなってことが分かったので分かってたよね、みんなね。その量じゃ足りないでしょうと分かってたよね。私分かんなかったですというわけでこれでこの糸がこれはこうやってほどくじゃないですか。でどうしようかな。さっきなんかつなぎで使わないって言ってたんですけど、使おうかなちょっと今悩んでてほどきながら考えます。でここかな。ここで、23段目になるので1玉目はこれでいいんですよね。でちょっと長めにして切ろうと思います。またハサミの端っこ出てます。で1玉目これ1枚目これでいいとして、で、これが出るでしょ。で2枚目はさっきもお伝えしたんですけど、これ24段あるので1段多いので、これ丸々このね水色のところをほどくんですよ。でほどくとなると結構出てくるからもったいないからもったいないからって他で使えばいいんですけど、どうしようかなと思ってて、っていうのも今後の話、ちょっとほどきながらいくか。今後のつなぎ方がここ1枚目と2枚目を一辺だけでつないで、あと縁取りもしたいんですよね。で縁取りはこれからいくこれで何言ってんだ。縁取りは白っぽい糸を使って縁取りたいんですよ。でそれもどういう柄にしようか今2種類考えてるんですけど、だから1枚目と2枚目をつなぐその一辺のところも同じ白でいこうかなと思ってたんですけど、これでねつなげてもいいかな。お悩み中です。縁取りだけにするか。縁取りだけにすると真ん中のつなぎはこれを使うこと同じこのミックスケーキを使うことによって一体感は出ますよね。で、逆に縁取りと同じ白を使って1枚目と2枚目をつなぐとスクエアが2枚ですよってことは分かりやすくなって、
逆に一体感はちょっとなくなるのかなとかね考えてます。結構一段ってこんなに違うこんな量が違うのか。本当に結構ギュギュって編んできたんだな。そういうわけでとりあえず一段ここまでか、全部ほどいて、つなぎ方決めたらまたお会いしたいと思います。はい、全然途中経過なんですけど、というか変えるんですけど、一旦この元々のね毛糸で、つないだらどういう感じになるかなっていうのをやってみました。で、いろんなつなぎ方があると思うんですけど、これはねシングルクロシェ細編みと鎖2目でこうジグザグで編んでみました。これ可愛いかなと思って、で、可愛いと思うんですけど、可愛いと思うんですよなんですけど、ちょっとねこれ自体が結構大きいのでちょっと脆いかなと思って、この編み方可愛いんですが今回はやめようと思って、で結局最初からね言ってるんですけど、白の毛糸でこの縁取りをしたいので、白の毛糸でここもやっていこうかなと思います。でシンプルに、引き抜き編みとかでつなごうかなっていうふうに、今考えを、決めましたで白もちょっといくつか持ってきたんですけど、よいしょででん汚いねこれは2個はこれとこれはおそらくダイソーだと思うんです。これ1個目がすごい、ダイソーのミルキーホワイトアクリル毛糸の編み太で、こういうのでこれも20って書いてあるからこれもってわけわかんないですけど、私20のロットナンバー多いんですよね。だから2020年だと思うんですよ。これって2020年にやたら買い込んでたんじゃないかなと思ううちの1個です。めちゃめちゃこうなんかちょっとパーリーで素敵な色です。で候補2個目はこれなんか編もうとして途中でやめちゃったやつなんですけど、多分このちょっと固めの固めの感触からダイソーだと思うんですよ。なんか失礼な言いがかりですけど。で、これミルキーホワイトでオフホワイトっていうのも昔あったと思うんですよね。今現在はなんかこうちょっと白いじゃない、細めのもうちょっとツルツルしたアクリル毛糸がダイソーを売ってると思うんですけど、この波太も多分2020年とか21年頃に売ってて、これがその残りだと思うんですけど、すいませんこのパッケージをねなくしちゃって、出どころ不明なんですが、私の持っている毛糸が8割方、100円ショップなのでおそらくダイソーだと思います。でもしくはこれはね、これもアクリルの編み太で、これはねダイソーじゃないんですよ、珍しく。なんかインターネットで安くまとめ買いをしました。そっか、バーコードこれでハンズプロダクツっていうとこので、それぞれこれらが1玉ずつ見つかって、まず1玉で全部終わるのかどうかわかんないんですけど、逆に言うと1玉ずつしかなかったのでなんとかしたい、この3つでと思ってます。で、色味としてはこれが結構黄色みが強いんですよね。黄色みが強くてこれも強い。でこれは比較的光沢があるってわけじゃなく白みが強い。なんか白に対して白みが強いって何言ってんだって感じだと思うんですけど、これねすごい素敵な色なんです。ただこの感じにはちょっと清楚すぎるかなと思って、ピュアなんですよ色味が。よりはちょっとこの黄色入った方がポップというか柔らかいので、このどっちかにしようと思ってます。でとりあえずこれでトライして、足りなくなったら考える、こっちにするのかちょっと考えながらやっていこうと思いますね。白だけじゃなくって、まだ話は終わらないんですで、せっかく派手なのでね、これがででん、このキラキラの糸どっちかを使って2本取り、これとこれのダブルでいけたらなと思ってます。でこれ両方とも同じ、こっちだけなんかパッケージついてるな、毛糸ピエロ。これめちゃめちゃ可愛い毛糸いっぱい売ってるんですよね。楽天市場で買いました。毛糸ピエロ
っていうサイト、ケイト・ピエロさんですね。でこういうので、色番が13番でシロップっていう名前の、こういうのなんて言うんでしたっけ、添え糸みたいな、何かと一緒に編む用の糸です。五章産業、みんな大好き五章産業で作られてる糸の、これが1個目がね、ピンクとオレンジとか入ってる金のキラキラが入って伝わるかな、こういう糸で女の子っぽいです。もしくはこうなんかアラビアンプリンセスって感じ。まあでもそしたらこっちもアラビアンプリンセスっぽいか。こっちのがちょっとこう派手な感じ。これはレインボーですね。いろんな色味が入ってて、で同じキラキラで、もし品番がわからないっていうね、もしじゃない、わからないです。でテイスト合わせるならこっち、同じねカラフルレインボーな感じで、柔らかくするならこっちだけど、せっかくなんでね、このカラフルでポップなカラフルさで合わせようと思っていますので、これとこれね、これを、2本取りにして、これとこれで縁取りと2枚を1個につなげるっていうのをやっていきたいと思いますので、ちょっと準備します。はい、この白の方をほどいてきました。でこっちもこれで用意しました。全く見えないですね。これちょっと編んだのをねほどいてきたので面みたいなやつが出てきました。面白いですよね。こんなに癖っ気になっちゃうなんてみたいなね。でこのスタートはどこだ、スタートはどこだい。でこれと、このね細い糸の2本でいこうと思うんですが、かぎ針は今まで使ったのと同じ8号のままでいこうと思っています。でこの白い毛糸が、ダイソーのやつだと仮定するとこれと同じ種類のはずなので、グラム数とかはね多分年々ねちょっとこう物価高騰の煽りにより短くなってたりするんですけど、多分この太さはあんま変わってないと思うので、5から6号、3から 3.5 ミリのかぎ針を推奨されている毛糸を使っていくので、これとねこの細い方合わせて8号5ミリでちょうどいいかなって思います。でこのモチーフ、ビッグモチーフですけどそしてモチーフって言いながら2枚しかないですけど、モチーフのつなげ方っていろいろあると思うんですが、私があんまり手数を持ってないので、シンプルに引き抜き編みでつないでいこうと思います。で、とりあえず引き抜き編みにするから、表が外でいいんですよね。でこうやって見ると、ちなみに、ダブルクロシェこっちが表地です。で裏をね見るとちょっと微妙に違いますよね。これとこれで比べればいいか。あれ、なんかでもこの話デジャブした私。はい、こうやって比べると違いがわかると思うんですけど、上が表地です。こういう表地っていうか表ので、裏はこうなってる。なんかね、私には裏の方がなんか歯に見えるんですよね。ネズミとかウサギちゃんの歯に見える、こっちの方が。でこれ歯が見える方が裏だなと思ってます。でシュッとしてるのが表で、どっちがどっちでもいいんですけど、2枚なので揃ってた方がいいかなと思うので、表は表でとりあえずこっちに見せています。でやることは引き抜き編みなので、ちょっとね長いから大変なんですけど、2枚こうやって重ね合わせて、しつこいようですが、中に裏入れてます。でちょっとこれややこしいから、色もどうやって合わせるかだよな。どれがいいかしら。いろんなことをね、色もなんとなく合わせたいけど出だしじゃないとこにしたい。ここにしようかな。これでいこうと思います。でスタートは角と角を合わせていきますね。で引き抜き編みなのでなんかすごい特別なことをするわけではないんですけど、
ちゃんとスタート合わせて、はい、2本を作ったら、真ん中からいこうかな。両方明らかに目の大きさが違う。面白い。なんか同じ人間が作ってるのに、この3目の、真ん中のピント合ってんのかな、こことこっち側もこっちを拾っていこうと思います。よいしょ。そしたらこっちの外側って言えばいいのかな、内側かな真逆じゃんね。このこれを完全に垂直に立てた時に上に出る方を拾っていこうと思います。1、2、3目のここですね。こことこっちも立てた時に上に出る方なので、こうやって見たらこっち側、右側か。こことここ拾って、最初は入れて、最初からどうしようかな。キュッとやろうかな。最初チェーン1します。でギュッとやって、やることはとっても単純で、1目ずつ1目ずつ地味に地味にって言ったらあれですけど、この、ピントが合ってるかどうかが本当にいつも気になっちゃうし、合ってないんですよね、大体ね。はい、この2本のこっち側、奥側とここ側、ちょっと割れてる側と、こっちも手前って言うと分かりづらいかな、近い方同士を拾って、はい、1本ずつですね。この1本、こっち側の1本拾って引き抜き編みをしていくだけです。で次が今3本中の、3つの角の3つの1、2を取ったので、次からダブルクロシェの上を取ります。でこれもダブルクロシェの内側のとこだけ取って引き抜く。次2個目のダブルクロシェ、2個目のダブルクロシェ取って引き抜く。3つ目と3つ目で引き抜く。そしたら今回つなぎは入れてないので、また次のブロックの1個目取って1個目取ってっていうのをこうやってやっていくと、ちょっと今これしかないですけど、チェーンのね、鎖っぽい編み地を残す編み方でいこうと思います。ほんとしつこいようだけどピント合ってんのかな。ちょっとこれでどうしようかな、早送りで一回この辺までお見せしようと思います。糸を巻き込み忘れたけど、いいか、それは後でやりますね。はい、こういう感じで、まあいいかなと思うので、これでずっとやってきて、で最後こことこう合わせるとこでお会いしましょう。はい、スリップスティッチをぐーんとやってきて、ここら辺まで来ました。で最後の方また一緒にやれればなと思っています。ピントちゃんがいてくれることを祈って、今いないことは分かってます。はい、でこことここで
スリップスティッチで、スリップスティッチの時のお約束としては、引っ張らない、きつくやらない、優しい気持ちで同じところに入ってないか確認しつつですね。すいません。で1目目とこれ1目目だから OK で2目目2目目で次3目目3目目、そしたらまたチェーンのこの1目目のちょっとチェーンなんでね取りづらいんですけど、1目目の手前、よいしょ、ほんで最後この2目目の真ん中とこの2目目の真ん中、そしたら、この2枚がつながれました。でこっちを表にしようと思ってて、若干ねキュッてはなってるんですけど、まあいいでしょう。で、こういう編み地が出るのが面白いかなと思って今回こういう編み地にしました。近づくとねこのキラキラ伝わるかな、キラキラしてます。で裏はよいしょ、裏いろんな糸がいろんなとこにあるな。こういう感じ、近寄るとこの裏地が見える感じですね。基本こっちを裏にしようと思ってるので、表はね、表が綺麗なのが第一かなっていうことでこうなりました。でそしたらこのまま続けて、縁取りをしていっちゃおうと思います。なのでこっち側にしようかな。こっち側の縁取りをしようと思ってて、今考えてるのはなんていうの、このピコットスティッチやってみようかなと思ってます。ちょっとねここカラフルだからピコットをやってもなんかこう装飾がトゥーマッチやりすぎ感出るかなとも思いつつ、ちょっと試してみたいのでやります。これはちょっとチェーン1でギュッと絞っといて、でこのねどうせなので、何がどうせかあれですけど、この3つのこの頂点にピコットをどんどん作っていきたいなと思っています。でさらにこの1本残したいので、ここ拾うんじゃなくって、ここね奥の1本だけちょっと不安定になっちゃうんですけど、奥の1本だけ拾っていこうと思います。でとりあえずはまずシングルクロシ1回します。一応マークしとこうかな。でそしたらこっから、この真ん中にピコット作りたいので、もう一回シングルクロシ進みます。で1本だけ奥の1本だから手前に筋残す感じですね。そしたらここでチェーン4します。1、2、3、4、鎖編み4つしました。この鎖編みの数で多分ピコットのこの塊の大きさが変わるですよね。多分っていうかそうですよね。そしたら今チェーン4をした1、2、3、4、1個目ですね。ここのこっち側だけ取って引き抜き編みします。引き抜き編みなのでこのままこうで、このキュッとしたのが、いわゆるピコットって呼ばれる部分になります。でそれが終わったら次の目に行く。この場合、私の場合は3つの目のこの3つ目の奥だけで、次のブロックにも行きます。1目目で次2目目もシングルクロシェしてます。シングルクロシェで2目目の真ん中、この3つの真ん中にたどり着いたらチェーン4、鎖編みを4目します。で4目の最初のところ、ここにここのこっち側だけを取ってスリップスティッチ引き抜き編みします。で引き抜き編みしたら、今度次の目にシングルクロシェで進む1回で、また次の2目で3目目で、この3目目がこのブロックの真ん中になっているので、ここでチェーン4でチェーン4したら、この4つ目のこの根元部分の左側1本だけ取って、2本取りなので2本なんですけど、引き抜き編み、引き抜き編みしたらこのまま次の目のまた奥だけ拾ってシングルクロシェ、1目に1目ずつを3回で、この真ん中来たのでチェーン4、1、2、3、4
でチェーン4したらこの最初の1目目1234目目のこの1目目ここだけ取ってスリップスティッチでスリップスティッチしたらもう次の目またシングルクロシェを始めます。よいしょ。でこうやってやっていくと2回目3回目そうするとだんだんとこういう今日はすごくピントが合わないね。動かすからかな。こっちが派手だからか。こっちこのポコンポコンっていうなんかくしゃくしゃしたのがくしゃくしゃっていうなっていう感じなんです。これがまあね遠目に見た時にちょっとコロコロしてて可愛いかなと思うので、これでもうひたすらぐんぐん一周してこようと思います。で、私の今回のルールとしてはこの真ん中のところにピコットを作るっていうのと、あとはシングルクロシェで渡っていく。でピコットの大きさはチェーン4のにしました。でそしたらもうずっと構わずやってってここでちょっと考えようかな。ここをどうするかをちょっと考えようと思うので、ここでまたお会いしましょう。はい、コーナーでお会いするとか言って楽しくなってぐんぐん進めちゃいました。こういう感じになってます。で結局今からまたもう一個のコーナーのところに来たので、そこを一緒にやっていきたいなと思ってるんですけど、先に結論言っちゃうと、このチェーン3のところにもピコット1個作りました。で作ってね、なんかボワッとしちゃったら嫌だなと思ったけど、まあ大丈夫そうなので、ここにも作っていく戦法でいこうと思います。でね、こうやってグーってきて、ここですね。今、この3つの塊、はい、ピンと。この3つの塊のここにこのピコット作って、でここに戻るとこですね。でこの2本のうちの奥だけ拾ってます。でシングルクロシェで、ここのとこはもうちょっときついんですけど、この3つのチェーンのとこにも1個ずつ奥だけ拾ってシングルクロシェ細編みで、この真ん中のとこも1本だけ拾って、ちょっと糸割っちゃったかな、よいしょ、細編み。そしたらこれ3つの頂点のとこなので、ここからチェーンを4つします。12344、やってることは一緒なんですけどね。このカラフルがめちゃめちゃ可愛い。1234で根元に戻って、ここのまた奥の1本だけ拾って、引き抜き編みで、これでこういうねくるっとしたピコットが作れました。でそしたら、残りの、チェーンのとこにちょっとね取りにくいんで爪で見っけたりしつつシングルクロシェで、また次のブロックのとこっていう感じで、他とね全く一緒の取り方をしながら進んでます。よいしょ。これね、このもう一個か、1234、このシロップの糸がね嬉しい何が嬉しいかっていうと、買ったのはね結構前なんですよ。私目的もなく毛糸買っちゃう癖があるので、いつか使える、かわいい、今買わないとみたいな感じで、多分ポイントがなんか楽天って何倍ポイントの時とか、あとセールの時とかあるじゃないですか。でその時に買ったんですよね。なくなったら嫌だと思って、なくなってないんですけどね今も。だから今この編んでる段階ではまだ売ってて、この動画がアップしてる時にもまだ在庫があるようだったら、概要欄にこのね添え糸のシロップの URL を貼っておこうと思うんですが、もうおすすめです。かわいい。で買ったものの何が嬉しいかの話に戻ると、何に使っていいか分かんなかったのが、ようやく今日の目を見たのでめちゃめちゃ嬉しいです。こういうねキラキラ毛糸はもう編んでて楽しいですよね。何と思いながら何って話ですけど、このさりげないねキラキラが可愛いですよね。はい、こういう感じでこことここに作って、またピンボケはしてると。
で頂点のとこにも作ってっていう感じで、どうしようかな。まだねこれこのグラニースクエアの1枚目のグラニースクエアのこう2辺をやっただけなんですよね。でここもずっとやって、最後の最後でいいかな。本当にぐるぐるぐるってしながら、こういうとこは、できるところはこっちの毛並みなんていうの、この糸の流れ逆流にして添えられるところは、添えながら糸始末しつつやってって、ここでお会いしようかなと思います。糸もね多分足りそうですけど、足りなくなったらまたお伝えしようと思います。はい、ではこのピコットで一周やっていきます。はい、ぐるっと一周してきて、本当の最後の最後のとこに来ました。こっちね逆サイのこっちもここどうしようかなと思ったんですが、気にせずここ角としてここに作って、ちょっと開いちゃってるんですけど、こういう風に来たのでなんて言えばいいんだろう、こう2個の角に対して1個しか入れてない感じにしています。ちょっとここ離れちゃったかけど、まあいいでしょうので、そうだから角が1個作ってない感じか。ここで作ってもいいけど、どうしようかな。ここで作るとこっちと合わなくなっちゃうので、ちょっと作らずにいこうと思います。なので、よいしょ。あって書いて。で、シングル、今、ピコット作ったので、あとはシングルクロシでとか言って、今スリップしそうになっちゃった。シングルクロシして、シングルクロシして、でここは最初の目なので、一応ここに入れちゃおうかな。でここは引き抜きにしました。で切って、ここで糸始末をしようと思います。針が出ます。私のハサミちょっと巨大なんでね。で抜くと。でこれはこの状態でやったので、これ多分こういうのに刺すようですよね。きっとこのね専用のあるんでしょとか言って、糸回し器みたいなやつがね、そういうね知識が全くないままやってるから、転がしで進んできました。これは全然余ってます。で一応ダイソーの毛糸かっこ仮、しかも1玉かっこ仮、全部家庭、ダイソーの毛糸だとして1玉丸ごとだとしたらこれだけ余りました。はい、足りないかもとか言ってね、全然足りました。なんかその感じがね、とか言って、ちょっと短く切りすぎたかもしれないです。その感じがね、分かってないんですよね、いつまで経っても。そんな何十年もやってるわけじゃなくてね、10年もやってない？どんぐらいなんだろう。かぎ針やろうと思ってから10年は経ってないけど、5年は経ってんだろうな。ここにします。何喋ってんだと思うんですけど、言いたかったのが、なんかね、その編み物マスターとかになったらね、こう例えばさっきのこれをこうやって持って、何グラムだとかさでこれだったら、私の編み心地だったら8号で何目いけますみたいなことが分かるようになるのかなっていう、いつまで経っても分かんないんですよね。5個入れて、ちょっとこっちに何した今。ちょっともう一回やり直しますね。くだらないこと喋ってるから、もうここか、合ってました。さっきとか言って、こっちの本体の方では2個つなげるときにね、これでいけるかもとか言って全然毛糸が足りなくって、今度はいけるか不安とか言って全然余ってるっていうね、全くこう毛糸の残量と自分が縫う量の感じが分かってないまま、でもそういうのってこう学ぼうとしてないから、どっちでもいいと思ってるから学べないんでしょうね。そこに細かくこう気を割いてたら覚えてるんだろうな。はい、こういう感じでちょっとこういって今隠したので、後ろも前も一応ない予定なんですが、
こっちで糸始末をしようと思います。どこでもいいんですよね。これでしょ。でついでにお見せすると、引き抜き編みの表地はこうじゃないですか。で裏地見るとこういう感じになってます。こう伸ばすとちょっとこの白が見えてくる感じかな。で見えてきても白の中にね、このキラキラの逆だったキラキラの見えるかな、こういうね、こういうのが見えて可愛いかなと思います。だからこっちの派手派手なねレインボーカラーともそうこうなんか違いがないというかね、同じ雰囲気でいけたかなと思います。で戻ったりして糸始末をしてこようと思いまして、ちょっと目だったか、ここら辺はこっちに戻したりとかしてね、糸始末して、他にも、こういうとことかね、ある程度は糸をね巻き込みながらやってきたので、そんなにやる必要はないんですけど、こういうとこもやったかな。とりあえず全部の糸始末をやって、そしたら完成になりますので、また広いところでお見せしようかなと思います。はい、糸始末をしまして完成しました。で画角に収まってないので、またちょっと手持ちでちょっと画面がブレブレすると思うんですけど、引きで撮ります。はい、映ってるかな。はい、こういう感じになりました。じゃあやるか。ね、ピコットがこういう感じになってます。はい、でこれが全部ラウンドしてて、真ん中はこうやって、これ今表に、こっちを、表にすると表はちょっとこう膨らんでる感じになりました。またピコットに来て、ちょっと今度裏にしますね。で裏にすると、裏はここか、裏のがだから目立たない感じにしましたね、今回は。はいです。では、またカメラを定位置に戻してサイズ測って終わりにしようと思います。はい、これでも結構ギリギリの画角ですが、サイズを測ります。ちょっと多分いろいろ映ると思うけど喋れない思うけどご容赦ください。ピコットの先端までを測ると、片方はピコットで入れてね、真ん中から片方ピコットで、はい、63センチ、25インチいかないぐらいになったので、こっちはピコットの片方ないですけど、もうあるとしたらピコットのサイズを測ればいいのかな。2センチぐらいだったので、63かけ2でいいのか、普通に63×2 の126、1メートル26センチぐらいになりました。で横は一応真ん中にしようかな。ピコットからピコットまで測るとそれはそっか63になりました、無事に。はい。でもちょっとこっちそっか、何をそっかって言ってるか、63から65センチぐらいの四方の、正方形を2個つけて、縦が今言った125、6ぐらいになって、で横が63センチぐらいになりました。はい、派手派手でいい感じになったかなと思います。今はね、これ撮ってる季節はまだ夏前初夏なので、なんか夏にね、部屋のソファーとかにかけてもいいし、普通にブランケットとして使ってもいいし、あとは私はハワイが好きなので、最近全然行けてないですけど、ハワイに行った暁にはハワイに行った時には頑張ってこれを持って行って、でビーチでね、ゴザの上にねこれを敷いてたりとかしてっていうのを夢見ています。で作り方自体は本当にグラニースクエアをただただこうグン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 って大きくしてただけなので、そんなに難しくはないと思います。よかったら皆さんもお好きな糸で
お好きな大きさで作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。